か。皆さんこんにちは。안녕하세요。ふうかです。さて今日はですね、久しぶりに少し自分の話をしようかなと思っております。ちょっとね、今回仰々しいタイトルになったんですけど、今日はね SNS が発達したこの時代に音楽をやっていくっていうのは危ないこともあるんですよという話を少し紹介したいと思います。この番組のねコンセプトトークで少しお話ししていたんですけど、私はですね大学生の頃音楽活動を始めたんですけれども、私が大学生の頃はですねまだ SNS っていうのはそんなめっちゃ発達していたわけではなくて、どちらかというとブログとかをホームページ代わりに使うという人が多かったような時代だったんですね。で私も音楽活動のライブとかの告知を、アメブロとかミクシーとか、そういったところで告知しておりました。で当時から、YouTube っていうのはあったんですけど、まだね収益化はされてない時代でして、でスマートフォンの性能自体も今みたいに良くなかったので、なんというか動画とか音源をネットに上げるっていうのはやっぱそれなりの機材を持っていて、本格的にやってる人しか無理っていうような時代だったんですよね。そして、大学を卒業して研修医になり医師として働き、忙しくてね 7,8 年はもう全く音楽から離れていた時期があったんですけれども、やっぱりねその間にFacebook とか Instagram、Twitter、TikTok、こういった SNS のツールっていうのがやっぱどんどん発達してきて、そしてスマホの性能も上がり、今やねもう誰でも自分の動画とか音楽を気軽に公開できる時代になってるわけですよね。で私は今こうやってマイクを使ってパソコンで録音をして、でそれをちょっと編集してからアンカーというアプリでパソコンで今ラジオは上げてるんですけれども、このアンカーっていうそもそもアプリももう携帯だけあればスマホで喋って BGM つけて投稿してっていうことがもう全部できるんですよ。だから本当に気軽にね発信できる時代になってきてるわけですよね。1億総アーティスト時代に突入したなんてね言われたりとかしていますけれども、なので昔はデビューといったらやっぱり音楽事務所とか芸能事務所に所属して、そしてレコード会社と契約して自分のオリジナルレーベルを立ち上げ、そして CD が全国のタワーレコードに積まれて平積みされてですね、店員さんの手書きポップが立ってですね、そしてまたあれですよ、ミュージックステーションに出演してタモリさんにはじめまして新人歌手です、よろしくお願いしますみたいなね、なんかそんな挨拶をしてみたいな、デビューって言ったら私はそんなのを想像してた世代なんですけど、今や、そういったいわゆる大手事務所とかに所属しなくともインターネットの世界とかね、そういったことを活用していくことで収益を得て音楽とか、自分のやりたいことでご飯を食べていくっていうことがねできる時代になったわけなんですよ。ということはつまり、デビューの定義とか、それにまつわる裏方としての仕事とか、あと収益の方法っていうのも変遷していってるわけですよね。でとなるとそこにつけ込む人っていうのも実は出てくるんですよ。でこれがねタイトルの話になるんですけれども、世の中善人ばかりではないんですよね。で今日はちょっと私が遭遇したというか、でも実際にね詐欺には遭ってないんですけど、実際にやっぱり SNS で結構詐欺まがいのお誘い的なのがこれがね結構来るんです。結構な数来るんで、今日はちょっとそういったお話をしようかと思っております。で私はTwitter とあとインスタグラムというのを解説していますが、こういう類のお誘いが来るのは実は圧倒的にインスタグラムが多いです。でインスタグラムっていうのは、皆さんご存知だと思いますけど、画像写真とか
あと動画をメインにした SNS なんですけれども、投稿に関連するハッシュタグをつけるんですね。例えば私だったら、韓国とか韓国バラードとか韓国ドラマとか言って、そういったハッシュタグをいっぱいつけるんですよ。そうするとそのハッシュタグから自分の投稿に流入してくれる人っていうのがいるんですね。つまりそのハッシュタグをクリックすることで、そのハッシュタグで投稿している投稿がパッと一覧化されるっていう機能があるんですよ。で、そこから自分の投稿を見てくれてフォローしたりいいねしてもらえるっていう仕組みなので、おそらくこの詐欺まがいの方たちっていうのも何かのハッシュタグから流入してるんだろうなとは思っているんですね。ただやっぱりハッシュタグつけないとなかなか投稿が広がっていかないので、やっぱハッシュタグをつけなくてもいいと思うんですけど、プライベートでやってはる方は、つけないっていうのもちょっとなかなか難しいっていうところがあるんですね。でまず、詐欺の手口として多い一つ目、オーディション詐欺です。でこれはオーディションを受けませんか、あなた歌うまいですね、うちでオーディション受けて合格したら、レッスンうちでやってデビューまでできますよっていう風に誘ってくるんですね。でこれでオーディション受けると、もうあなた合格ですと、でもデビューにはまだちょっと修行が必要だからうちの学校でレッスン受けてくださいと言われるわけですよ。それで受講料が何万円ですとか、1個のコースが何十万円ですみたいな。で実際にはこのデビューできる道筋っていうのを持っていない会社なのにデビューをちらつかせてレッスン料を取るっていう詐欺です。でこれは昔からあるんですけど、最近はやっぱりその対面審査とかじゃなくてスマホ審査っていうのでそれをやったりするんですよね、オーディションを。なので間口がやっぱめちゃくちゃ広がってきてるっていうのが一個あるんですよ。でこれは本当にちゃんとしたところもそういうシステムがあるんですよ。だから本当にデビューまでの道筋がちゃんとある会社でも、やっぱり最初は練習生ですよとか、最初はレッスン受けてください、そこから勝ち抜きでデビューできる人はできますっていうのは実際にちゃんとしたところでもやってることなんで、それをちゃんとしてないのにやるのが詐欺っていう意味なんですけどね。でこのスマホ審査とかも実際そのオーディション会で紹介したような本当にちゃんとしたオーディションでも一次審査とかをスマホアプリとかでやる審査っていうのは現に行われているので、そういった面からもちょっと信じる人も出てきてしまうっていうことなんでしょうね。で、もちろんその本当にインスタグラムでアーティストを発掘しているっていう人もいらっしゃるので、インスタで声をかけてくるオーディションの全てが詐欺っていうことはないです。そんなことはないんですけど、私今そのフォロワーさん、インスタグラムのフォロワーさんって50人ぐらいなんですよ。でインフルエンサーでも何でもないこの弱小インスタグラマーに来るっていうのはもう基本的に怪しいので、私はもう開封してないんですけど、私みたいに50人しかいないっていう人にも来るので、ちょっとこういうのは怪しいと思った方がいいと。あとですね、これはもう最近の手口だなと思ったのは、公式ライバーになりませんかっていうね、お誘いをいただきます。でライバーっていう言葉を私実はそのお誘いいただくまで知らなくて、ダイバー潜るんかなとか言って思ったんですけど、そうじゃなくてライバーっていうのはライブ配信で収益を得る人だそうなんですよ。で今いろんなライブ配信アプリというのがあって、でその公式ライバーになりませんかっていうお誘いをいただいたりとか、あとはね、あなたの芸能活動をサポートしますよってね、うちの会社で一緒に芸能界を目指しませんかみたいな、こういうのもねインスタグラムのダイレクトメールで来ます。おそらくそのコンサルタント料を取ったりとか、教材的なものを購入させたりとか、そういった類なんじゃないかなとちょっとね私は怪しんでいます。それからですね、一番多いのはこの投稿に対するコメントでプロモートイットオンアットなんとか、レコードとかが多いんですけど、そのアットマークなんとかのアカウントでこの投稿をプロモーションしませんかっていうお誘いのコメントです。これはねすごく多いんですよ。多いんですけど、どういう仕組みかというと、そのなんとかレコードっていうアカウントが、めちゃくちゃフォロワー数の多いインスタのアカウントなんですね。
で、あなたの投稿をフォロワー数の多いうちのこのなんとかレコードっていうアカウントに載せて宣伝してあげますよ。それでフォロワーさん増やしたりしたらどうですかっていうこのお誘いのコメントなんです。で、これにじゃあもうぜひお願いしますというふうに返信してしまうと載るんですけど、載った後に載せてやったんだから掲載料払えっていうふうに後からこう請求してくるらしいんです。で、これがね、こういった類のコメントが本当にめちゃくちゃ多いんですよ。で、私が結構インスタに短い歌唱動画を載せたりすると1分以内に 4,5 件は毎回この類のコメントがつきます。で、多分ボットってあるじゃないですか。なんかロボットがつぶやくのをツイッターでボットって言ったりするんですけど、多分なんかのハッシュタグ、例えば歌ってみたとかのハッシュタグがこう載った投稿が出たら、それを察知してこう自動でもなんかそのプロモートイットオンなんとかレコードっていうのをコメントするっていうような仕組みを、そういうアルゴリズムを組んでるんじゃないかなと思うんですよね。めっちゃ早くつくんで。で、このコメントしてくるアカウントを実際見に行くと、ステアカとか言ったりするんですけど、ステアアカウントっていう意味で、そういうアカウントはですね、もう投稿ゼロ、フォロワーも1人とか2人とかで、もう明らかにもう解説したてでもうブロックされても大丈夫っていうようなアカウントが、そういうプロモートイットオンなんとかレコードっていうコメントをしてくることが多いんですよ。で、最初はもうね、とにかくブロックしてたんですけど、インスタグラムにはコメントをキーワードで制限できるっていう機能があるので、もう今はね、プロモートイットオンを含むコメントはもう表示しないっていう風に設定して、それからね、表示されないようになったんですけれども、最初はなんかこれ何なんだろう、何の目的でこんなこと言ってくるんだろうと思って、すごいね戸惑ったんですよね、インスタグラム始めた頃はね。なんでそんなね、後から金銭を要求してくるっていうね、それ詐欺ってわけじゃないけど、そういうのも引っかからないようにね、皆さん気をつけてください。私はもう大人なんでね、こういったなんかコメントが来たりとか、あとなんかライバーやりませんかとか、うちでデビューしませんかみたいなこうね、メッセージをもらったら、まず何の目的で何の利益を見込んで相手がそういうことを言ってきてるのかということを先に考えますけど、これがね、私子供の頃だったら危なかったなっていうか、引っかかってた可能性も正直あると思うんですよ。で、私はもう子供の頃からね、ずっと歌手になりたいっていう夢があったんですよね。で、オーディションに写真とか送って応募したっていうことも実はあるんですよ。で、ただ未成年だったんで、親の印鑑とかなんかサインとかが必要なんですよね。で、しかも当時はこう郵送で送って、結果も郵送で返ってくるっていうシステムだったんで、もう当然親にオーディションの応募しようとしてるっていうのがバレて、もうめちゃくちゃ怒られて、絶対に芸能界なんか認めんっつってすごく怒られたんですよね。で、私が育ったのはね、そういう結構厳しめの家庭だったんですよ。で、だけど、自分の中ではずっとこう歌を歌って生きていきたいっていう希望はあったわけですね。で、子供の頃にですね、傷だらけのラブソングっていう、これは日本のドラマなんですけど、覚えてらっしゃる人いますかね。結構昔のドラマです。で、このドラマが中島美嘉さんの、俳優歌手ともデビュー作のドラマなんですね。で、高橋克典さんがこの音楽プロデューサーの役をやっていたんですけど、どういうストーリーかというと、中島美嘉さんが演じる、ちょっと不良少女っぽい女の子がなんかね、橋の下みたいなところで歌ってるんですよ、夜で。その夜歌ってたら、その歌声をね、たまたまこう歩いてて聞いた、高橋克典さん演じている音楽プロデューサーの方が、その子の才能に気づいて、この子は絶対歌姫になるっていうので、こうその子を見出してスターに育てるみたいなね、ストーリーだったんですよ。で、私はそのドラマ見た時まだ子供だったんで、正直こう現実とドラマの区別っていうのがちゃんとまだついてなくて、で、私もね、どこかこう橋の下とかで歌ってたら、きっと音楽業界の偉い人が自分を見つけて、もうこの生活から救い出して私は歌手になれるんだって本当に思ったんですよね、そのドラマを見た時にね。でも
そのドラマが終わった後になんか中島美嘉さんのインタビュー記事を読んだんですよ。そしたら、中島美嘉さんは、何年もなんか九州の芸能学校に通われていて、でそこでしっかり歌とトレーニングを積んで、でオーディションを受けてやっとこの役を勝ち取っていたっていうことを知って、なんかね愕然としたんですよ。あ、そっか、ドラマだったんだみたいな。中島美嘉さん普通にオーディション受けてたんやっていうので、現実ではねこう誰かが助けてくれるっていうことはなく、自分でしっかり練習して自分で実力を上げて役を勝ち取る以外ないんだなっていうのをなんかその時に悟ったんですよ。ドラマと現実っていうのは違うんだなっていう。でもそのまだねドラマを信じているような段階でまたさ、この厳しい実家の環境から抜け出して歌手になりたいとか思ってる状況で、もし今のインスタでこうやって来るような、あなたの投稿に魅力を感じましたとかね書いてあるんですよ。すごく歌がいいと思いましたとかね書いてくれるんです。そういうお誘いの人は。で、うちで芸能活動してみませんかみたいなメッセージが来たらね、私飛びついたと思うんですよね。もうやっと自分を理解してくれる人が現れた、こういう大人に出会いたかったぐらい本当に思ったと思うんですよ。その子供の頃だったら。で、詐欺ってやっぱりそういう人の弱いところにつけ込んでくるじゃないですか。でもう私なんかは今もう子供を育てる側の年齢に来ておりますけれども、こういうことをね反抗期とかの子供に教えて正しい判断をさせていくっていう、本当になんか今の時代の子育てって難しいだろうなと思いますね。昔からね子育て簡単だったってことはないと思いますけど、やっぱりなんかこう手口というのも高度化してきてる。そしてなんか身近に迫ってきてるっていう感じがありますよね。やっぱ SNS とかスマホの発達でですね。で、あの頃ねもう芸能界なんか絶対に認めんってね怒ってた親の気持ちも、私今の年齢になれば理解はできるんですよ。理解できますけど、その当時そうやって言われた時はもうじゃあ私何のために生きればいいんだろうってね、こう自分の好きなことできない人生なら意味ないじゃんみたいな、もう自分の生きる意味を絶たれたんじゃないかって思うぐらい、やっぱりねその時は本当に悲しかったんですよね、子供の頃はね。だからこういったね、注意喚起という意味で今回こんななんか詐欺の話しましたけれども、この番組を聞いてくださっている方も気をつけてほしいですし、もし周りにね引っかかりそうになってる人とか、ちょっと追い詰められて見えなくなってる時ってやっぱり引っかかりやすくなるので、そういった方にはぜひ注意喚起をしたりですね、直接言うのがもし角が立ちそうだったらこのポッドキャストをね進めていただいたりとかしてみてください。そんなわけで今日はちょっと仰々しい詐欺の実録話なんかお送りしてまいりましたが、またですね概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特に7月リクエスト企画を考えておりますので、リクエストを募集中でございます。YouTube の方もぜひよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようならちょっと長い。もう18分なってるやん。やばいな。